こんにちは、ジパング55のタカです。前回の秋湯温泉に引き続き、仙台市に来ております。今回は仙台市にある、ウェスティンホテル仙台をご紹介します。充実したラウンジと仙台市を一望できるホテルをたっぷりお届けいたします。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。ウェスティンホテル仙台は、仙台トラストタワーという37階建ての複合ビルの中に入っています。仙台駅からは徒歩10分ほどの距離にあります。入り口に大きくウェスティンホテル仙台のロゴがあり、分かりやすかったです。地下には駐車場もあり、1泊1500円で泊めることができます。1階でも荷物を預かってくれるみたいです。9つの宴会場があり、国際会議にも対応しているそうです。エレベーターでロビーのある26階まで移動します。25階にはチャペルなどが入ってるみたいですね。ロビーフロアにはフロントとラウンジ&バーホライゾンがあります。チェックインを待つソファー席は少なく、混雑していると座れないかもしれないですね。バーではお酒がいただけるみたいです。それでは早速お部屋に向かいたいと思います。今回のお部屋はキングスーペリアです。広々したヘブンリーキングベッドがあり、目の前に机と42インチのテレビがあります。机の下には冷蔵庫があり、ドリンクが入っていました。こちらのドリンクは有料みたいですね。ワイングラスとスナックが少しありました。マグカップとインスタントコーヒー、ケトルもあります。コーヒーメーカーでの抽出も可能です。作業机は広めで作業しやすそうです。窓際にはソファー席もありました。眺望はこんな感じです。ベッド脇には部屋のライトを操作できるボタンと、心地よい香りのするラベンダーバームが用意されています。荷物置き場もあり、スーツケースなども広げやすかったです。トイレとシャワールームは一緒になっているタイプです。バスタブは分かれているので、ゆっくり入れそうですね。バスタブは分かれており、足を伸ばしてゆっくり入れそうですね。洗面台は一つですが、スペースは広そうです。アメニティは箱に一式入っていましたが、スキンケア系はなかったですね。洗面台の下にはタオルが複数あったので、使いやすかったです。ドライヤーはリファが用意されていました。シャワールームはシャンプーとボディーソープの備え付けがあり、十分な広さがありました。クローゼットの中には、アイロン台とパジャマ、金庫がありました。バスローブもあり、ふかふかのスリッパもあります。今回はこちらのお部屋に1泊します。料金は1泊4万円前後で2名まで宿泊できます。マリオットボンボイのポイントを使い、5万ポイントほどで宿泊できました。土日宿泊だったので、ポイント数が高めでしたが、通常だと4万ポイント前後でも宿泊が可能なようです。プラチナエリート特典は、無料で朝食が付き、ラウンジが利用できます。その他は、部屋のドリンクが無料か1000ポイント付与を選べました。朝食は1階のレストラン会場でいただくことができます。お部屋は高層階にあるので、どのグレードのお部屋でもある程度の眺望が期待できます。それでは続いて、ラウンジに向かいたいと思います。ラウンジはフロントのある26階にあり、専用のカードキーで入室します。私が訪れた時間は、アフタヌーンティーの時間帯で、デザートが用意されていました。2種類のベニエ、クッキー、一口サイズのケーキ、カヌレ、抹茶わらび餅などがありました。ミニサイズのサンドイッチやチーズケーキ、シュークリーム、フルーツなどがありました。コーヒーも数種類から選べ、カフェラテなども抽出できました。紅茶や日本茶もあります。
おせんべいやチョコレートなどもありますね。おせんべいは以前青森の動画で紹介した南部せんべいでした。ここはアフタヌーンティーの時間からお酒の用意があります。冷蔵庫の中にもジュースやお酒、炭酸水がありました。生ビールも飲めるみたいですね。日本酒や白ワインもありました。仙台市内を見渡せる眺望のいい席を案内してくれました。せっかくなのでスパークリングワインを飲みながらデザートをいただきます。ラウンジの営業時間は6時から22時まで営業しています。その他はアフタヌーンティーが14時30分から16時30分、カクテルタイムが17時から20時30分です。カクテルタイムは入れ替えの2部制で、1部が17時から18時30分、2部が残りの時間です。18時30分からは12歳以下の子供は利用できないので、その点も注意が必要ですね。土日のラウンジは混雑しているので、少し落ち着きがないように思いました。ただデザートの内容も充実していますし、アフタヌーンティーからお酒を提供している場所も少ないので、嬉しいポイントですね。同じ階にあるジムは、こじんまりしており、器具も少なめでした。タオルやお水は用意されているので、助かりますね。カクテルタイムのラウンジもビュッフェ形式で、サーモンやハムなどがあります。フルーツはブドウとオレンジが用意されています。サラダやスティック野菜もあります。ペースト状のソースをクラッカーにつけて食べれるおつまみもありました。メイン料理はカレーです。ホットミールはチキンやポーク、笹かまぼこを使った料理があります。昼と一緒のチョコと南部せんべいもありました。お酒は種類が増えています。昼間あったワインや日本酒類に加えてカクテルが追加されています。冷蔵庫の中身は昼間と変わらずですね。炭酸水やジュース、缶ビールなどがあります。お酒の種類は豊富そうですね。料理の種類自体はすごく多いわけではなかったですが、お腹にたまるものが多く、十分夕飯代わりになりそうです。2部制になっていますが、人はそこそこいましたね。子供がいない分、静かさはあったかもしれません。ウェスティンはカレーが美味しく、横浜や東京でも提供しているみたいですね。ルーにコクがあり、かなり美味しかったです。人気の理由が分かりました。デザートは少なめだったので、甘いものが欲しい方はアフタヌーンティーで楽しむといいかもしれませんね。それでは今日はもう部屋に戻って休みたいと思います。おはようございます。今日もいい天気ですね。早速朝食を食べに行きたいと思います。朝食は1階のレストランでビュッフェ形式です。窓際の席では仙台市を一望することができます。朝食の種類はかなり豊富でした。仙台名物の笹かまぼこや納豆、お漬物などがあります。汁物、白米、お味噌汁、コーンスープもあります。うどん、お豆腐、鮭などの焼き魚、シューマイは2種類ありました。サーモンやハム、サラダもトッピングを数種類から選べます。洋食はソーセージやベーコン、チキンなどがあります。目玉焼きもありました。オムレツとエッグベネディクトはその場で作ってくれます。オムレツは牛タンを使ったビーフシチューソースがかかっています。パンは菓子パンやクロワッサンなどいろいろあります。ずんだを使った菓子パンもあり、仙台らしいですね。コーンフレークも数種類ありました。デザートにずんだ餅、ワッフルとフレンチトーストがあります。
フルーツはイチゴ、グレープフルーツ、ドラゴンフルーツ、パイナップルなどがあります。ヨーグルトも数種類あり、一つは蔵王ヨーグルトでした。ジュースもオレンジやアップルなど定番のものが置いてあります。ストレートのオレンジやスムージーなどもありました。宿泊したのが連休ということもあり、かなり混雑していましたね。時間をずらしても会場に案内されるのに15分ほど待ちました。ゆっくり食事したい方は朝早く利用した方がいいかもしれません。仙台名物の笹かまぼこや三角揚げなどがあり、仙台を感じることができました。エッグベネディクトは小さめの簡易版でしたが、提供してくれるのが嬉しいですね。そして何よりずんだ餅があったのがポイント高かったです。味も結構美味しく、観光客の私からしたら十分クオリティの高いずんだ餅でした。料理の種類は多いので、皆さんも利用してみてください。それでは今回のウェスティンホテル仙台いかがだったでしょうか。充実したラウンジと素敵な景色を見渡せるホテルでした。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。